していた伸ばした小さな手のひら空の青流れる雲こんなに綺麗だったかな散らばった記憶のかけら少しずつ紡いでゆく君のいない今日がまた始まってくこのままもう時が止まってくれないか何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて流れる時に抗ってるこれが全て夢なら何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて戻らない時追いかけるこれが全て夢ならいいのに月明かり揺らめく影探してた光の粒届くような気がしていた伸ばした小さな手のひら星座の名前なんだった
空の青流れる雲こんなに綺麗だったかな散らばった記憶のかけら少しずつ紡いでゆこう君のいない今日がまた始まってくこのままもう時が止まってくれないか何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて流れる時に抗ってるこれが全て夢なら何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて戻らない時追いかけるこれが全て夢ならいいのにすいません。こんばんは。グランゼーラの集い2をご視聴いただきありがとうございます。今日の進行します、グランゼーラの制作責任者の九条と申します。よろしくお願いいたします。こんばんは。声聞こえてますかね？大丈夫ですかね？はい。はい、すいません。今日は、ね、いつも人事部が仕切りでこれやってたんですけど、というのは私がちょっと開発の遅延とちょっと情報発信を怠ってたということで人事部で問題になりまして、で人事部の方でやってたんですけど、いよいよその人事部のくびきから解き放たれて好きにやっていいっていうことになったので、限りなく制限が入らない形で今日はやっていきますですかね。でちょっと先にですね伝えておかねばならないのはたまたま明日エイプリルフールなんですけど、エイプリルフール何もないですよ。先に言っときますけど、ちょっとねたまたま意味ありげなタイミングになっただけでエイプリルフールとは関係ないんで、ちょっと僕台本一生懸命入れようと思ったんですけど頭に入ってなくて、でいつもは賢い人が横にいてくれたんでうまく進めててくれたんですけどちょっとそういうのないんでかなりグダグダってなりそうな気がしてるんですけど、そこはちょっとご容赦いただいてですね。逆にチャットも見ながら進めれると思いますので、質問とかあればその都度投稿していただければできればあんまり荒れない形でお願いしたいなと思ってます。ちょっと僕よく分かってないですけど、土壇場でスーパーチャット入れときましたよって言われたんですけど、なんかあるんですかね？これ機能がついてるって聞いてるんでちょっとよく分かってないですけど、今日はチャット見ながら、いつもはちょっとなんていうんですかね、掛け合いをしてた都合もあって見れるタイミング限られとったんですけど、そんな感じになってますので、はい。これなんかあるんですか？表示非表示って。すいません。これがスーパーチャットなんですか？すいません。すいません。ありがとうございます。はい。すごいですね。これゲームメーカーがやることなんかな。クラウドファンディングからしてそんな感じですけど。ですね。進めてまいりますので、よろしくお願いします。で、ちょっと間違ってたらみんな訂正してくださいね。はい。
ではですね、今日の大まかな構成を伝えておくと、大枠は今までとあまり変わらないで、前半は R タイプファイナル2の情報を出します。すみません、ありがとうございます。これ、こういうのなんだ。すごいですね。すごい仕組みですね。すいませんね。ちょっと、気使わない。これ、気使わなくて大丈夫ですよ。これ、入れな潰れるとかないんで、大丈夫ですよ。で、前半は R タイプファイナル2の情報を出しして、で、後半質問コーナーということになってます。ただ、いつもと違って、ちょっと質問もね、私、ツイッターでいろいろ人生相談にも応じますとかいろいろ言ってしまったんで、たくさん送っていただいてるんで、いつもよりたくさん取り上げるんですけど、ちょっと取り上げきれないものもあるかもしれないので、ちょっとそこは必ず担当部署には見せてますんで、質問いただければと思ってます。ですかね、すんごい上がってるんです。いつも上がってるんですけど、ちょっとコーヒー飲みますね。皆さんも気楽にアルコールとか入れて、僕が入れたらダメなんですか、アルコールは。はい、すいません。すいませんね、エイプリルフールじゃないんですよ。はい、申し訳ないです。ちょっとあんまりお金本当気使わないように。はい。でね、それで、どこまで話したかな。じゃあ、先に、じゃあ、R タイプファイナルの、すごいですね、段取りが頭に入ってなくて、はい。じゃあ、ちょっと R タイプファイナル2の話をしますね。R タイプファイナルの話、2つあります。1個は、4月1日の機体配信の話をします。DLC の。で、後半は、メジャーアップデートの話をしますね。ワイプ大きくなれ。これはあれですか、これ大きくなるんですか。小さくしてほしいっていう話もありましたね。はい。ありがとうございます。ちょっとスーパーチャットというものがよく分かってなくて、ちょっとお礼を後でまとめて言うかもしれないんで申し訳ないです。はい、すいませんね。なんでちょっとそこは本当にお気遣いないように。で、いつもはね、アルタファイナル2、この番組の後で3時間後に、アップデートしますっていう話なんですけど、ちょっと今回はそうじゃなくて、機体の DLC を配信しますということになってます。はい。いいですかね。あれこの後どうなるんでしたっけ聞いて、すごいですね。聞きながらやってるもんな。はい。じゃあ、プレイヤー機体。ダウンロードコンテンツのプレイヤー機体っていうのを、プレイヤー機体、丸1ってもう書いてるんでバレてますけど、2機あります。ですか。これじゃあ1機目の動画があるそうなんで、早速、動揺してるんで、まず動画を見ていただきましょう。はい。
今ご覧いただいたのが、4月1日の0時に、配信というか、先にちょっと言うとこれね、有料なんですよね。はい。ちょっとグランゼラも急に商売に目覚めたのかもしれないですけど、有料ってことになってしまってます。で、ちょっとこの DLC についてもう少し詳しく説明しますね。はい。でもさすがですね、マリコっていう名前に、そうなんですよ。若いスタッフは、なんで女の人の名前つけてるんですかって普通に聞いてきましたけど、そうなんですよね。某マザーコンピューターの名前になってます。で、この機体は、OF1 から OF5 までっていう機体はもうR タイプファイナル2の中で開発できるようになってるんですけど、すいませんね、ありがとうございます。ですけど、その OF シリーズの武器のみを付け替えれるっていう、互換機になってます。だから他の OF シリーズじゃないプレイヤー機の武器は付けれないんですけど、一部はスタンダードフォースWX とかつけて出たりもしますけど、基本的には OF シリーズの武器から選んでくださいっていう形になってます。だから、OF フォース3と、イエローポットとかっていうそれは普通か。そういう組み合わせができるということになっています。で、一番の特徴はパープルポットっていう紫色の、ビットデバイスがつくということで、これがですね、レッドポットとブルーポットの特徴を合わせ持ってて、ポットシュートするたびに真ん中の小さい丸いところが赤くなったり青くなったりするんですけど、でうまく引っ掛けてやると上は赤くて下は青っていうような、イメージファイトに近い感じでプレイできるようになっています。でレーザーが撃てたり、あと連射が、赤い時は連射が効いて波動砲チャージ中もで、青い時は、波動砲が出るというような仕様になっています。で、OF フォースマイナスっていうちょっとマイナーバージョンの、フォースがつくんですけど、これはOF フォース1から5の間にあるレーザーを、私ので3つ選んで作ったものなんで、新しいちょっとレーザーっていうわけではないんですけど、ちょっと私の方のチョイスでこのいうフォースがあったら強いかなって思ったものをつけてあります。あとバックファイヤーでOF シリーズはバックファイヤーで敵にダメージが与えれるんですけど、それも少し強くなってたりします。これがOFX の機体の特徴ですね。で、専用デカールがついてたりします。マリコのロゴとかですね、機体の特徴とですね。はい、で、これ英語のあるんですか？すみません。じゃあ英語で、すごいですね。英語になっただけですね。絵は変わらないですね。はい。ちょっと海外の方も見ていただいてますんで、本当はね、スペイン語とかイタリア語とか韓国語にもするべきなんでしょうけど、ちょっと申し訳ないですけど、英語だけ用意しました。はい。ちょっと水飲みながら。上がってるんです。いつも上がってるんですけど、いつも以上に上がってます。はい、じゃあ、次の、あとですね、パイロットスーツとヘルメットがついてます。専用の。エースパイロットのスーツなんですけど、ちょっとシルバー仕様のものが。これはもう OFXX にしかついてないものですね。あと、資源をつけてあります。これはですね、何かというと、機体そのものは DLC 買っていただくと、もちろん無料で機体は置かれるんですけど、OF シリーズの機体を作ってないとちょっと互換で楽しめないので、それらがある程度作れるように資源をつけてあります。で、ちょっと申し訳ないですけど、これは有料っていうことなんですよね。はい、880円と。これはもうその場で食べても持ち帰っても880円ということらしいです。で、0時から今日というか今日の12時から配信になるのは日本の Nintendo Switch と PlayStation 4と Xbox ということになっています。で、他の地域の、他の地域についてもその数日以内に、ある程度出していただけるというふうに、海外の会社さんからも情報をいただいておりますし、PC プラットフォーム等もそう遅れずに出てきますので、ぜひということ
です。ここも英語になるんですか？はい、こんな感じですね。スーツと資源はショップに無料というかポイントなしで手に入るようになるそうです。 DLC 入れるとですね。で機体の方はミュージアムの東の端の方に置かれているそうなんでって、まあそこは間違いないです。僕自分で作ってるんで、はい、もう一回じゃあちょっと動画を、はい、私が細かく説明していきますんでですね。はい、この OF5 の東側に置かれます。ただ OF5 まで作ってなくてもDLC 入れた時点でも機体は置かれている状態なんで、だからポツンとその台座だけがあったりします、はい、そうなんです。これ赤と青のツートンなんですけど、基本は赤と青じゃない、赤と黒のツートンなんですけど、4速の時だけ機体がすごく真っ黒になったりするんで面白いですよね。はい、バックファイヤーの攻撃もありがとうございます。これが私がチョイスしたちょっと強いかなと思ってるフォースです。これですよ。これは楽しいですよ。まあ、ちょっとね今までね苦戦してたとこもで、ちょっと今ビットの出るステージが出るステージ少ないんですけど、ちょっとそれも見直していこうと思ってますね。青の時は波動砲がビットから出たりします。でこれがパイロット用のスーツ、かっこいいし、何より僕これ回転してんのびっくりしましたけど、どうやって撮ってんのっていう話してました。あとデカールもついて資源もついてます。はい、まあ、こんな感じで内容もはいですね。はい、今見ていただいたのが、OFX。 そうなんですよ。そうなんですよもないですよね。配信販売予定の新しい機体です。あれなんかこのトレーラー、英語版のトレーラーをこの番組終わったらまた公開しますので、またちょっと止めて見ていただいて、買おうかなと思ってくれてる方はちょっと買うかの判断に使っていただければと思っています。はい、ありがとうございます。ビットアイテム、ありがとうございます。はい、じゃあもう1機体、これも英語ないんですか？この次のフリップは何なんですか？次の機体、はい、じゃあもう1機体を、はい、先ほどの OFXX は有料の機体なんですけど、ちょっとさすがに明日エイプリルフールで何もないはないなと思ったので、この R9USO799 という機体を、これもダウンロードコンテンツですね。DLC 機体なんですけど、こちらは無料で、エイプリルフール試作型という名前になっている機体です。これダウンロードしていただければと思います。ただですね、これもともとエイプリルフールって機体、クラウドファンディングにご支援いただいた方用に、R9USO800 っていうのと801っていうのをご提供してるんですけど、それのちょっとね側だけ似てるって言われてたんです。側だけ似てる版です。というのはエンディング波動砲も機械マシンフォースもついてなくてですね、スタンダードフォース回とかがついてるだけなんで、実はもう101機作っておられるとか、50機ぐらい作ってる方からすると、武器はその範囲内に入ってるものだけになってます。で周りの機械マシンの花もすごく短くなってるんで、
ちょっと今これ手に入れても意味ないぜって言われるかもしれないんですけど、この次のページを、一応資源が手に入るんで、機体いらなくてもダウンロードしていただいた方がいいかなと思ってます。ですかね。ミュージアムにも並びますんで。で、クラウドファンディングで800番台持っておられる方は3機並びますんで、ぜひ、これ3時間後に落とせますんで、ぜひ入れていただければと思っています。はい、ちょっと機体の説明文もだいぶ苦し紛れな内容になってますね。はい、それはもう私の責任です。5時あったら教えてください。僕間違ってるんだと思います。はい、これもじゃあ英語のフリップがあると聞いたんですが、はい。なんか、ちょっと戻せますか？なんか微妙に資源のアイコンがずれるのが気持ち悪いですけどね。はい。こんな感じになってます。はい。そうです。波動砲次第では強い。そうですよ。そうです。だから、始めたばっかりで、なんか苦戦しそうな方は、手に入れていただくといいと思います。はい。資源だけの DLC。なるほど。はい。はい。ありがとうございます。こちら無料です。ではですね、この次はメジャーアップデートの話ですか。じゃあメジャーアップデートの話に行きますね。はい。では、今後のメジャーアップデートバージョン 2.0 についてっていうことで説明しますが、最初にも言い訳があります。配信日は現時点で未定です。なんやこれ、情報になってへんやんって思うんですけど、ちょっと言いたいのはもう明日出ますっていう話じゃないんで、そこでプレッシャーかけないでくださいね。先に謝っておきます。おかしいな。なんか前半から歯切れ悪いな。これの英語フリップがあるんですか？これ2行、これ日本語と英語で並べて書けば済むんないんっていう。はい、では、はい。1年後ってことはないです。1年後か。そんなに待たせないですよ。さすがに。はい。ちょっと、メジャーアップデートっていうくくりで説明する中には、もともとメジャーアップデートの前に入れますって言ってたものも含まれてるんですけど、ちょっとメジャーアップデートの話としてまとめてちょっと説明はさせていただきます。で、もともとは去年の6月にメジャーアップデートの話をして、去年中に出しますという話で最初は言っておったんですけど、ちょっともろもろ遅れてしまって、今日ちょっと情報を少しでも出していこうということで、本当にグランゼーラメジャーアップデートの準備してんのみたいなちょっと疑惑もあるみたいだったんで、ちょっと釈明を兼ねてですね、情報を出していきます。本当に作ってますよっていうことでですね。はい、これはこの後動画があるんですか？はい。じゃあ、すごく短い尺の動画なんで、見落とさないように見てくださいね。僕説明しますけど、多分説明入る余地がないぐらい短いので、息を止めてみてください。息止めたらダメですよ。はい。では動画を。はい。すいません。なんか説明入れるってことになってたんですけど、動画を息を止めて見てましたわ。すいません。はい、これ、って言ってる間に終わっちゃいそうで、これですよ。これを見てもらいたかったんですよ。このモードを作ってたんで、すごいですね。僕動画映しながら説明入れることになってたの忘れてました。すいません。はい。こんな感じでですね、先ほども言いましたけど、ちょっともろもろ溜まってるアップデートと、割と R タイプファイナル3向けに用意してたものと、ちょっと一色単に説明をしていきます。ちょっと動画短いんで、個別に今から説明しますね。はい。
まずステージは、これはもともと R タイプファイナル2っていうのは、それ自体がプラットフォームなんで、ステージは作り続けますっていう話だったんですけど、主にそのオマージュステージというか DLC のステージの方ばかりがちょっと去年、対応してたんで、そうじゃない普通に本編持っておられる方がそのまま遊べるステージの追加を、進めています。あとプレイヤーの機体も、何機体かちょっとね、これステージも機体もなんか水の中のばっかりになってるんですけど、これはたまたまです。なので水中用じゃないものも用意してますね。パワーマンに似てるのが、フロックマンっていう TP2M の、後継機のシータイガーという、勇ましい名前のちょっと車エビっぽい名前の機体になります。魚雷が撃てたり しますね。で右のは、グランビア F という、これはもう本当に潜水艦なんですけど、波動砲を撃つときに先端部が割れてちょっと中が見えたりします。はい。そうです。よくそうですね。これあれ配信してないんじゃないかな。R タイプタクティクス2のそうなんですよ。DLC に入れてあったんですよ。そのフロッグマンのパワーアップ版として敷いた。その通りですよ。それを入れようっていうことで、ちょっとデザインはかなり見直したんですけど、そんな感じで入れてます。でこれは更新の一例っていうか追加の一例で水中に関係ないステージ、例えば腐れパウアーマーとかも作ってますし、あと以前クラウドファンディングで言われたウロボロスっていう機体も準備してますんで、ステージに関しても前半のステージが複数のラインになるようにっていうことで準備していってますので、はい、これ英語これは本当にさすがに並べて書いたらいいんじゃねえのみたいな感じになってます。はい。じゃあ次はランキングはかねてよりお伝えしてたんでいよいよですということなんですけど、ちょっとねさっきのね今開発してるランキングの画面はもう実際ゲームの中で動いてるもんなんですけど、ちょっと大人の事情でちょっと変更になるかなっていう感じはありますね。で一部ルールの変更って、これはおそらくランキングを搭載した状態以降に取ったスコアだけ登録できるっていうルールにさせていただくかもしれないですね。はい、で4番、これがね僕一番そのメジャーアップデートでやりたかったことで、最大6人でプレイできる競技モードっていうのを準備しています。これは、同時にゲームを始めて、残機表示が残ってるんですけど、あれ間違いで1回やられたらもう脱落で、最後の1人に残れると勝ちっていうんですけど、ステージ自体はもう10分15分ぐらいの長さがあって、もうどんどん難しくなっていく。だからもう世界で誰も最後までいけないんじゃないかっていうぐらいの難しさになっていて、それをみんなでこう見守るっていうか、誰が勝つんだ、誰が、最後までいけるか、今日はどこまでいったっていうことがを競うようなモードですね。これの準備を進めています。はい、あとこれも英語の、はい、写真そのままですね。英語になってるだけです。はい。はい。で、じゃあ次の、はい、あと、パイロット画面とかミュージアムについても、ちょっと、今出てるのはビジュアル的な部分なんですけど、ビジュアルだけじゃなくて、こう見れる情報を増やしたりとかっていうのを、例えばフォースが、ミュージアムでフォースのモデルが見えないっていうのがあったので、それらの対応をしています。で、外観というかその景色も、テーマアウトドアみたいな感じですけど、何してるんですかね。右のおかしいですよね。左のはもうそういう公園というかですね。はい。
その他改良とか追加項目、今日もたくさん質問とか要望とか意見とかいただいてますんで、そういったこともかなり、一つずつ見てですね、間に合うものから対応していきます。例えば、ギャラリーの条件が見れるようにって、それはまあ確かにそうだなと思ったんで、それちょっと今翻訳8カ国語に翻訳かけたりして準備進めてますので、なのでちょっと今説明に入ってないこともしていきますんで、はい、これも英語のフリップがあるらしいので、はい、僕ね本当にあれなんですよ、台本読みながらやってますね。ちょっと分かってないところです。はい、じゃあもう一度今度こそ説明入れながら動画同じもんですけどね。はい、はい、こんな感じですね。ステージもちょっといくつか、これもうちょっと製品版は変わると思いますね。もっとライトの調整がまだ途中なんで、開発中の画面ですから、ちょっと実際とは変わるかもしれないですね。ここはね、多分ね、このまま出せないと思います。写真を他のプレイヤーに見てもらえたりします。はい、これはこういう公園ですわ。鳥が飛んでたりするし、これはこういう森の中と、あと月面にも行きます。これ見てほしかった。これ全然説明してへんやんって感じですね。はい。はい、こんな感じですね。全然説明入ってなかったですね。何を言ってるんだって感じでしたね。これもじゃあ英語のフリップに切り替えていただいて、はい。はい、ありがとうございます。はい。鋭いですね。河合さん鋭いですね。そこですよ。それがね、多分ね、ダメっぽいですね。この動画大丈夫なんですかね。これソニーさんとか任天堂さんに怒られないですか。なんかもみ消してくれるんですか。そうです。鋭いですね。多分ね、そこがね、僕あんまりそこを疎くてね、使用書書いてね、かっこよくなったなと思ってたらね、それどうもあかんらしいですわ。はい。はい、月面で私服はやばいの。そうです。月面で水着姿で立ってたり しますね。はい。ですね。はい。こんな感じで進めてますので、ちょっとね、次の生配信、それがいつやねんって話ですけど、次の生配信にはもっと具体的に時期的なものも伝えできると思ってますので、お楽しみにっていうことですね。はい、僕説明漏れてないですか？大丈夫ですか？はい。ちょっと今日お伝えできるのこういう感じだそうですって。僕もね、あれなんですよ。作ってるのそのまま言ってしまいそうなんで、スタッフにあれまだ言ったらあかんのにって言われたりしますので、はい、各モードについて追加したり修正したりしていきます。じゃあアルトファイナル2に関しては今日ここまでってことですね。はい。じゃあ質問コーナーを、質問ね、そうなんですよ。ありがとうございます。質問にすごく依存してる番組なので、歯切れよくは答えていきたいと思ってます。で、ちょっとすごいいただいてるんですけど、ちょっと取り上げきれないものもありますけど、先ほどもお伝えしたように、ちゃんと担当部署に私の方から責任持って伝えてますので、取り上げられてないから無視されてるってことはないので、そこはご理解いただければと思っております。では、僕質問はあれなんですけど、カンペしか見てないんですけど、表示されるんですか？はい。じゃあちょっと順番に表示して、はい、これは意見ですね。可能なら期待アルバムを増やしてください。期待アルバムのセーブのスロットっていうかですね。今64機しかなくて、
そうか、機体も増えて互換機の設定もいろいろ変えたいんでっていうことですね。はい、わかりました。これは、対応できると思います。これはあれですか、僕が答えやすいやつを選んでるんですかっていうわけではない。そうなんですか。これは答えやすいですよ。はい、大丈夫です。歯切れよく対応します。はい。で、ステージデザイナーとして正直想定しなかった安全地帯、アンチ攻略法。これはね、ありますね。これはね、どんだけ気をつけててもありますね。社内のチェックで分かるものもあれば、本当に市場に出てからっていうのもありますね。これ僕シューティングゲーム、ゲームセンターのシューティングゲームを最初作ってたんですけど、20代の頃。それもやっぱりね、ありますね。で、アーケードゲームの時はね、必死で潰してたっていうか、安全地帯なくすようにしてたんですけど、今のその家庭用のゲームに関してはね、開発中に見つけてもそのままにしてたりするものもありますね。見つけて、これはなんか緊張感あるからいいかなとか、これ見つけたら面白いかなっていうのはそのままにしたりしますね。でもやられたっていうのはあります。ちょっと具体的に言うのはちょっと悔しいんで、僕も7ステージぐらい作ってるので、このゲームのステージをですね、ありますね。あとシューティングゲーム部分だけじゃなくて、そのデカールとかも、デカールのデザインとかって、自分で決めてたりするんですけど、本当にデカールコンテストで見せていただいて、これどうやって作ってるんやろうっていうのはありますね。これはもう、そうですね、作ってる方をやっぱりプレイしていただいてる方の方が上回ってるっていうのはいつも感じますね。だからといって設計時点で成り行き任せにすることはないんですけど、かなりかっきりと決めてるつもりなんですけど、これはやっぱり出てきますね、正直言うと。なんかプレイする人の方がやっぱり上回ってるなと思いますね、ここは。はい。ミュージアムで説明ウィンドウ消せる。これ僕ね、そうなんですよ。昔のね、アイレムの友達にも言われたんですよ。消せた方がいいよって対応しますね。はい。ミュージアムの機体のカメラ回転を、遅いってことですか。それはじゃあちょっと見直してみますね。ありがとうございますね。ハンガーで波動砲やホースの説明。そうか、ミュージアムに行かないと見れないからね。はい。ありがとうございます。アンチは残してるのか潰してるのかプレイしてると分かるな。怖いですね。はい。ありがとうございます。じゃあ次の質問。漫画家ケール。漫画家ケール公式サイトの完全復旧および漫画読めるのログイン的な問題の解消はいつになるんでしょうか。情報が何も出てこないとユーザーが状況は分からずうやむやにされてサービス終了という不安を抱えた日々を過ごさざる。これは申し訳ないですね。ちょっとね、今そうなんですよ。漫画家ケールの公式サイトっていうのと漫画家ケール専用の投稿サイト漫画読めるっていうのがあって、ちょっとそれぞれが別々の問題を抱えていて、ちょっとうまく機能してないんですね。で、問題は全く別にあって、ちょっとそれぞれに担当を設定して今調査をしています。なんでちょっと情報出せてないのはなんかあれですか、出せるようにできるんですか。出していってもらうんですよね。はい、ちょっと出していくようにします。そうですね。漫画家ケール公式サイトのちょっと今簡易サイトになってるのは、私が HTML を分かる範囲で書いてちょっと急遽上げたような感じになっていて、ちょっと見栄え悪くて申し訳ないですけど、それぞれに優先上げて対応を進めてますので、
ちょっと漫画読めるのは特にちょっとサービスが今止まってしまってるので、はもうすごく大きな問題として捉えてますので、ちょっとだけ待ってもらえますかね。すいません。で、うやむやにされてサービスしよるっていうことはないです。今年のグランゼーラの方針の中でも、漫画家系列に関しては新しいものを出していくっていう話になってますので、ちょっと不安なままでは本当申し訳ないですけど、ちょっとだけ時間をくださいですかね。はい。では、他社さんとのタイトルのコラボ。これ R タイプファイナル2のことですよね。それはね、ちょっと今言えないですね。言えないですよね。はい。なんで言えへんねんって感じですけど。はい。じゃあ次の質問。絶対絶命都市シリーズ。絶対絶命都市4の後日談でコンビニにいる NPC が絶対絶命都市5は1と2の間の物語になるらしいよって言ってましたが、本当ですか？すごいです。その NPC がなんで知ってるんかわからないですけど、これは本当です。言っていいんか？最初の絶対絶命都市の3年後の話なんですよ。もともと今言ってるのは多分オープンワールドでっていうところまでは言ってると思うんですけど、で3年後の話で場所とか言ってもいいのかな。これ首都島のそばで物語がなんか睨まれてますね。今聞かなかったことにしてください。すごいみんなそこ今まで割と和やかやったのに今ってなってましたね。顔を上げてる人とかいました。はい。そんな感じですよ。すいませんね、歯切れ。これもうあれなんですよ。漫画家経由にしても絶対絶命都市5もあれなんですよね。この番組で情報を出していくんですよね。なんていうの、まとまった情報になる前から出していくのでいいんですよね。はい。なのでちょっと何らかの情報を出していきますのでお楽しみに。これいいですね。僕答えちゃうんでね、言ってもらった方がいいですよ。はい。そうですよ。怒られるけどね、怒られたらしまいなんですよとか言って。またはい、すいません。じゃあ次の。はい、質問ではありませんが、いい機会なのでセンサー発見して立つ。不具合や。すいません。Q が抜けてますわ、これ。すいません。ありがとうございます。すぐ直します。これは、パイロット画面の、ですかね。すいません。ちょっとすぐ対応します。ありがとうございます。ありがとうございます。すいませんね。ちょっと、バグの報告。はい、対応します。はい。じゃあ次は。DLC 分、R タイプファイナル2 DLC 分のサントラは発売しないのでしょうか。これ、前回発売するって言ってなかったでしたっけ？まだやってないですか？グランゼラミュージックの担当、そこいるんですけど。なんで？権利関係で揉めてるとかあるんですか？大丈夫？クリアになりそうだと。はい、大丈夫だそうです。別に揉めてないそうですけど、僕が勝手に邪推して、単に段取り悪いだけだそうです。出ますよ。はい。よろしくお願いします。タイミング的な問題ですかね。出るんですよね。はい。ダウンロードなんでしょ？ CD なんですか？ダウンロードですか？4月中って約束してもいいですか？ここで。4月中って約束、僕より歯切れ悪いですよ、今日。大丈夫ですか？ 4 月中って言わせときましたんで、なんとかしてくれると思ってます。グランゼラミュージックなんとかすると思いますんで、お楽しみに。はい。
ドースが確かにもう少しまりも遅いかな。はい、そうですね。なんかいい方法があればいいな。飯田舞さんの新曲入りで、そうですよね。はい、大丈夫かと。そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次。絶対絶命都市シリーズ。絶対絶命都市シリーズについての質問です。今後、旧作のシリーズの登場人物が出る予定が、今後の新作に今までの登場人物が出る予定はありますか？個人的には、一の須藤が好きなので、渋くなった姿も見てみたいです。これはもうまさに、あれですよ。絶対絶命都市5に出てきますよ。渋くなった姿で。ちょっと鼻持ちならんやつになってるかもしれないですけど、2以降にも出てるでしょ。絶対絶命都市2以降、1はなんか青い服着てて、2以降はちょっと茶色い服着て、足怪我してたりするんですけど、まさにあの間の話なんで、変かな。2以降の須藤のなんていうんですかね、形成過程みたいなのが絶対絶命都市5で描かれてたりします。でも主人公ではないですよ。主人公は別の人ですけど出てきます。あれキャラクターのモデルをダメなんですか？すいませんね。これね、あれです。この間なんか比嘉夏美の髪の毛調整したやつ投稿したのが結構あの後こってり絞られてしまってね。でもあれなんですよ。手続き踏んだら見てもらえるんですよね。いいんですよね。なんか困ってますよ。なんか話し合いが始まってしまいました。はい。登場します。旧作のキャラクター出てきますよ。はい。では次。なんかたくさん。はい。海外からの質問だと。なるほど。その R タイプファイナル2になって、R タイプファイナルの時よりプレイヤー機 R 戦闘機が弱くなってるじゃんっていうことだよね。で、いかにも僕英語を読んでるみたいに見えるでしょ。違うんですよ。横にカンペが用意してくれてて、そっち読んでるんですけど。特にパワーアーマーシリーズってパワーアーマー回ですかね。そうですね。で、どういう方針っていうか、調整どんなつもりでやってんのみたいな感じだと思いましたけど。これはね、確かにね、ニードルフォース回とかはちょっと調整しましたね。ちょっと弱くなってるかもしれないし、一律弱くしようっていうよりは、ちょっと強すぎたものをちょっと抑えたり、ちょっと使いにくかったものをちょっと足つりそう。ちょっと待ってね。足つってる。都合の悪い質問になるとすごい足つってるんですよね。で、なので、一律弱体化させてるね。弱体させてるわけではなく、ちょっとこう調整下げてるのと上げてるのとあります。強くなってるのもあるはずなんですよって一生懸命言い訳してたりしますけど、なんかそういう意見いただいてなかったでしたっけ？あるんだ。ワイズマン、そうですね。ちょっとあれ使いにくすぎるんじゃないかっていう話も出ててですね。なので弱める方針で作ってるってことはないです。ただ、見直しはところどころしてます。ところどころとか減速しているつもりなので、前作で気に入ってたのに弱くなってるっていうのはあるかもしれないですけど、ちょっとそれもまたおいおいいろいろ意見を加味したり、あとステージの方も新しいステージが出てくる過程で時期の武器の方もまたちょっとそれに合わせて調整、それはさすがに弱くする方向にはいかないと思うんですけど、調整していくことになると思います。
はい、なのでまあちょっとご容赦、もう一回ちょっと英語の方の問い合わせの、はい、なのでちょっとまあご容赦いただければというのを一生懸命日本語で言ってるという感じです。これ英語のテロップ入れてくれるんですよ。はい。なのでまあそんな感じでご容赦ください。はい。では次は漫画家ケール。漫画家ケールの素材をもっと増やしてもらえないでしょうか。現在のままだと素材が少なすぎる上に偏っているので使いづらいです。これはね、もともと学園漫画用っていうので素材を集中的に作ってたんで、その後もいろいろサッカーとか料理とか足したんですけど、あと R タイプの素材も足したんですけど、まだちょっと偏ってると思いますんで、まあ大きななんていうんですかね、改良っていうか、改良なのかな、まあその大きな準備をしてる中で素材が少ないのに関しても、ただまあちょっとこれは時間に比例してこう足していくっていうだけなんで、ちょっと いきなり偏りがなくなるってこともないと思うんですけど、こういうジャンルのものがないとこういう漫画が作れないよね。まあ以前ちょっとご覧いただいたファンタジーのものなんかがそうでしょうけど、進めてますので、段階的に解消していくと思っていますので、はいですね、よろしくお願いします。はい。R タイプファイナル2、機体形状も選べるようになってほしい。なるほどね。究極互換機は装備だけじゃなくて絶対絶命としての素材で遊びまくってます。なるほど。R タイプ素材があるのにミリタリー系の素材がないから、戦闘機乗ってない時の描写が、なるほど。なるほど。わかりました。はい。オマージュステージは出ますか？ 3 の1ステージ。なるほど。オマージュステージは、出しますよ。あれは、今日の質問に入ってないですかね。今、X と Y っていうのを出し終わったんで、Z シリーズを今準備してますね。はい。次の質問。そうか。すいません。これ答えてないわ。ボスもそろそろ揃ってきたので、ボスラッシュエディットモードを考えていただけませんか。ちょっといいですか。水。いや、コーヒー飲みますね。ちょっと飲むまで待ってくださいね。はい。で、スコアアタックのエディットも、ファイナルステージをどこでも配置できるようにそろそろ考えませんか。これはね、ちょっとボスラッシュは、今ちょっとそうですね、あんま考えてなかったんですけど、ちょっとスコアアタックっていうか、そのオリジナルコースエディットで、今最終ステージに設定になってるステージで途中に持ってこれなかったりするんで、それはちょっと僕もね気になってたんですよ。なのでっていうのと、下の後半の方は対応はそんなにかからないと思うんで、ちょっと仕様ちょっと考えてみますけど、対応します。ファイナルステージになってるものでも1面目とか2面目に持ってこれるように、特に初代 R タイプの1面目と2面目が最終ステージ扱いになってしまっているんで、並べて遊べないので、それは対応しますね。で、ちょっと前半部分はちょっと後半とは全然違う仕様になるんで、ちょっとこっちは時間をいただきたいですけどね。ですね。考えて、ボスが次々出てくるっていうことですよね、きっとね。はい。そう考えてみようと思います。はい。でも、ありがとうございますね。こういうのいただくと、私も、設計がしやすいですから。はい。はい。次。はい。これ、この間ツイートしたやつやぜ。
お疲れ様です。先日九条さんがツイートしておられたスタンプはグランゼーラ社内に置かれているものですよね。お仕事での関わりがない人でも押しに行って構わないでしょうか。可能なのであれば近々押しに行きたいと思っておりますので、回答をよろしくお願いいたします。これ僕が押していってくださいって言っちゃったやつですよね。これね、スタンプはあれなんですよ。会社グランゼーラを作った時に作って今金沢の事務所に置いてありますね。この制作スタジオではなく金沢のグランゼーラの事務所に置いてあって、そうですよ。ちょうど今ノートがあるんで、僕仕事で使ってるノートでもこう見えるかな、こう押してたりするんですね。新しいノートを使うときに押しに決意を新たにしてするために押しに行くんですけど、これはあれですか、押しに行きたいって言ったら OK なんですか？いないそうです。なんかあれなんですよ、去年の夏まではちょっと地元の人じゃないとピンとこないかもしれないですけど、倉月という石川県庁のそばで割と来ていただきやすい場所に会社があったんですね、去年の夏までは。でちょっと事務所そこそこ便利なとこにあったんですけど、お客さんも全然このご時世来られなくなったんで、金沢のすごい住宅街に事務所が移っちゃって、しかも常駐してないですか？こんなん言ってもいいんですか、ここで。なので突然来られるとですね、誰もいないってことになっちゃうので、予約制ってことですか？予約していけばいいの？なんか僕より歯切れ悪くなってます。ちょっと連絡がないと空振りするかもしれないそうです。なので一旦メールいただく感じになると思います。はい、ちょっと候補日を複数上げていただくとかって感じですかね。すっごいなんか困ってます。いいですねこれ。僕いつも食らってる方なんで、はい、でも押していただきたいですけどね、これね、このスタンプ。はい、ありがとうございます。じゃあ次のここまでですか？フリップが用意してあるのはここまでなんだ。はい。で、このリストがいただいてる質問、あと時間は2つほどいけますよと。はい。じゃあちょっとすいませんね、フリップ用意できてないんですけど、どれにしようかな。R タイプタクティクス関係のやつを今日は取り上げてないですよね。バンピートロット、グランゼロといえばバンピートロットの質問がある。漫画×の、編集項目トーンにネガポジ斑点や白黒斑点を追加することは可能でしょうか？白黒斑点が可能であれば新たな素材追加、これはできれば入れようと思いますんで、できないことはないと思いますね。これはじゃあ対応しますね。あれなんですよ、これ社内のスタッフもこの番組見ててね、結構ね、あんなこと言ってましたねとかね。あと今日メジャーアップデートで見ていただいた動画でもって言ってる人いると思います、社内スタッフで。タスクがかなり細かく出てるんで、今知ったっていう人がいるかもしれないですね。九条氏に質問です。R タイプのような既存のシリーズ作品ではなく完全オリジナルの新作シューティングを作りたいと思ったことはありますか？そうですね、完全新作は作りたいと思ってます。僕ちょっと最近はなんていうんですか、絶対絶命都市とかRタイプってシリーズのものばっかり作ってますけど、もともとね、最初の絶対絶命都市を作った時は別にそれシリーズでもなかったし、バンピートロットを作った時とかもそうですけど、だから新作
完全新作っていうのは作りたいと思ってますけど、シューティング今完全新作作るんだったらちょっとシューティングじゃないの作ると思いますね。麻雀ストーリー性のある麻雀ゲームかアダルトゲームだと思います。今作るとしたら、作りたいのは完全新作なので、はい、シューティングはその後かな。こんな質問の答えでいいんかな。すいませんね、今すっごい僕正直に言ってしまいました。あとそうだよね、これいっぱいいただいてるんでね、これライブは朝までみたいなのにしたら全部答えれるんじゃないですか。ダメなんですか。ダメなんですか。Rタイプタクティクスのこと答えてないんで入れたいんですけどね。アップデートで R9 ラグナロックをスーパーファミコン版仕様の選択可能できませんか。これあれでしょうね、ハイパードライブモードと切り替えれるやつですよね、きっとね。違うかな。それはそうですね。あれなんですよ。ラグナロックもそうだし、例えば、火炎武器ばっかりのシリーズがあるんです。R9SK シリーズ。あれのなんか3番目の機体とか、結構規格には上がってたりするんで、なんかそうですね。やらないよってことはないですね。はい。いいんかな。僕ちょっとすいませんね。質問取り上げきれてないですけど、ちょっと巻き入ってるみたいなんで、はい。18金セクシーダイヤナマントちゃん。そうですよ。はい。はい。ですね。なんかすいませんね。なんかすごい剣幕の人が出てきてます。じゃあちょっと質問コーナー、ちょっと今日ここまでにします。全部目通して、さっきも言いましたけど、しかるべき部署に全部渡していきます。はい。じゃあ告知のコーナーですか。はい。なんか告知、集大祭の告知があるんですね。はい。集大祭、シューティングゲーム大感謝祭2022が今週の土曜と日曜日、4月2日と4月3日にあります。ゲーセンミカドさんの YouTube チャンネルにてっていうことで。集大祭ってシューティングゲーム大感謝祭の略なんだ。略なんだって、これ去年もね、出させてもらってるんですけど、今、そうなんだ。今、何の略やろうと思ってたんですけど。でこれ、2日間いろんな、ゲーム会社さんが、自社のシューティングゲームを紹介するという、シューティングゲーム好きには結構たまらないイベントなんですけど、これが、今週、昨年に続いて今年もあると、4月、2日と3日にありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。でグランゼーラのコーナーが4月3日日曜日の17時から18時にあります。内容が R タイプファイナルズ1年の奇跡。4月1日配信の新機体で実況プレイ。これはゴロリン氏が実況プレイ。そうですか。グランゼーラの R タイプファイナルズのプロデューサーのゴロリンっていうのがミカドさんに行って 1年の奇跡と新機体でのプレーをやるということになるそうです。3日日曜日の17時から18時なので、ぜひ見てください。グランゼーラの前がブシロードさんです。グランゼーラの後がそのプラチナゲームズさんなんで、ブシロードのファンの方は終わってからちょっと見てもらえるとグランゼーラのコーナー見ていただけるし、プラチナゲームズさんのファンの方はちょっと早めに見ていただくとグランゼーラのコーナー見れるんで。そうなんや。プラチナさんソルクレスターあるんですか。僕いろいろ聞きたかったんやな。そうですか。だそうです。なので、
この2日間ぜひ集大祭見ていただいて、別に僕集大祭からお金もらったりしないですけど、なんだけどイベント自体はすごい楽しいので見ていただいて、ぜひですねグランゼーラの日曜日の夕方、もうそろそろなんかサザエさん始まって明日会社か嫌やなっていうような時間帯ですけど、見ていただいて明日への活力をみなぎらせていただければと思っております。でぜひ見てください。よろしくお願いします。はい。で次回をこれはこれも告知ですか。グランデーラの集い2は4月28日にやるということですか。はい。これはR タイプファイナル2が出たのが4月29日、去年の4月29日なのでちょうど1年ということですね。1年大感謝祭みたいな感じですか。この時は漫画家ケールとか絶対絶命としての情報を出せるんですかね。ちょっと首かしげてますね。はい。なのでちょっと今日一人ですごい上がってて、なんかあんまり進めが良くないかもしれないですけど、ちょっとそれに懲りず来月も見てください。ちょっと情報の幅もちゃんと広げていきますんで。はい。ということで、今日の内容はこれで、はい。スーパーチャット、すいません、ちょっとスーパーチャットそのものがよく分かってなかったんですけど、ちょっと大変いろいろ気遣いいただいてありがとうございます。ちょっとこれは制作に使わせていただくということになろうかと思いますんで、ありがとうございます。ちょっと本当はこれ一つずつね、お礼を言うべきなんでしょうけど、ちょっとまとめての話になってしまって申し訳ないです。はい。では、ご視聴いただきましてありがとうございます。最後は R タイプファイナル2のエンディング曲の一つ、飯田舞さんの灯火を聴きながらお別れということになります。いろいろメジャーアップデートもやってますし、いろんなゲームの制作、アップデートを進めてますので、これからもよろしくお願いいたします。では、最後まで視聴いただきましてありがとうございます。おやすみなさい。静かに息をする真っ暗な世界、蝕まれてく心、満たされないまま、広すぎた空にあてもなくさまよい続ける、掴みたくて掴めなくて、それでも探して見つけて、私は私を取り戻したくて、
心いつからか切り刻んでいたの拾い集めまたいつの日かあの頃の私に戻りたい黒く染まる空わずかな光を遮らないで私は私を取り戻したくてがむしゃらに戦ってたの私は私の心